はい、皆さんこんにちは。竹取4度目です。さてですね、今日はですね、国産の山ぶどうの修理が帰ってきました。国産ならではのね、美しい色合いで滑らかな手触り、持ち手が傷んで使えなくなってたのがまた使えるということで、お客様は本当に喜んでいただけるんじゃないかなと思ってね、本当に嬉しく思ってます。これもいいでしょ。細かい編み込みでまだまだこれからいい色合いになっていくと思うんですけど、口のね部分が縫い込みを入れてて今までにない珍しい形の山ぶどうなんですが、グニ手っていうんですけど、このグニ手の持ち手がついていたんですが、これがちょっとほどけてしまって、で、今回はしっかりと本体につけた絡み手という持ち手なんですが、がっちりとした持ち手がつくようになりました。太さもですね随分違ってかなりしっかりした持ち手になったんでね、これからまた10年20年30年と長くご愛用いただける山ぶどうのバッグになったんじゃないかなというふうに思います。底が厚くて、で上になるに従ってちょっとね細くなってきて、やっぱここのね R がちょっとかなりきついでしょ。こういったところにちょっと無理がいってね、どうしてもですね丈夫な山ぶどうの素材なんですけれど、こういうね割と負荷がかかるかなり鋭利に曲がってしまうところはこういう風にひごがちょっと折れてしまったりね、ここが母から譲られたセカンドバッグなんかっていうのはまさにこのタイプで、そこがちょっと厚みがあって上になるに従ってかなり狭まってるんでね、割とここにひごに負荷がかかってひび割れとか入ってしまうんですけど、自然素材の山ぶどうなんでどうしても仕方ないところなんですが、こちらもですね今回修理させていただいた山ぶどうのバッグなんですが、四角い形でしょ。こういったやつはひごに負荷が結構かかるところはないので、折れたりひび割れというのはなかなか見られません。国産の非常に美しく綺麗な山ぶどうのバッグなんですが、この絡み手と同じようについてたんですよ。でも同じようについてた持ち手がこういった風に壊れてしまって、今回また新たに持ち手を付けさせてもらったんですが、美しく変色して、だからもう結構ね年数お使いになられてるんじゃないかと思うんですが、こういった国産の山ぶどうでもやっぱこの持ち手部分やっぱ一番負荷がかかるので、こういう風に折れてしまったり外れてしまったりすることがあるんだなということを今回改めて思ってるんですが、ちゃんと口巻きに布をつけて中身が見えないようにしたりとかですね、いろんな工夫をされてお客さんが大切に使われているバッグです。お色味が全然違うんですけど、またこれから5年10年お使いの中うちにですね、この持ち手もこの本体と同じような美しいこのツヤ黒光りしたような感じになっていって、違和感なくですねお使いいただけるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。十分違うでしょ、形がね、横から見た形。どちらがいい悪いとかっていうことじゃなくて、それぞれやっぱ使い勝手というかね、お客様のお好みじゃないかなと。これも国産の非常に状態のいい山ぶどうのカゴなんですが、今までの山ぶどうに比べてちょっとまたね使って日が浅いバッグではあるものの、この持ち手のこの輪っかの部分が外れてしまってました。こういう風に壊れてしまってました。これだけ丈夫で堅牢で耐久性のある山ぶどうでもやっぱりこういう風なことがあるということですね。またこうなった場合もですね、しっかりした絡み手の持ち手で修理ができると。これで持ち手さえ変えればですね、あと本体っていうのは本当何ともない、ゆっくり使えるんじゃないかと思いますので、どうですかね。形も大きさもね、やはりその国産ならではのその山ぶどうの風合い、黒光りし始めた感じなんですが、だんだんとこういう風にね変化してくるんですよ。年数とかそれとその黒くなる度合いとかっていうのは違ってくるんですが、だんだん黒くなっていってお客様なりのですね色合いに変化していく、この経年変色な山ぶどうの手提げカゴバッグのたまらない魅力です。3つのバッグをそれぞれご紹介させていただきました。長くご愛用いただけばいただくほど、風合いが増し愛着が増して手放せない一品になっていくバッグです。お客様がご自身で育てていくバッグというふうに言ってもいいんじゃないかなと思います。持ち手をこういうふうにやり替えて末長くお使いいただけたらなというふうに思っています。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。
グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。